それでは続きをやっていきましょう。前回はラストディフェンダーの拠点を襲撃したところまでやったな。ここは占領でもいいのですが、破壊がお金をいしすぎるので破壊で。約7000ゴールドは破格すぎるやろ。主力は南に移動させ12ターンエンド。2軍団目を作ったっぽいですね。うちらが来たから警戒してるんかな。多分そんな感じですね。13ターン目開始。ズラトランは特に戦力を大きく喪失したわけでもないっぽいです。せっかく楽に攻められると思ったのに。戦争もしてないですし主力はどこ行ったんですかね。いろいろと謎が深まっていく。2軍と3軍は回復のために自陣に戻します。また黄金の塔が復旧されたら攻撃してお金いただくんやで。あとは砲兵と騎兵を招集。騎兵も追加。主力はもうすぐで攻められそうですね。思ったより遠かったな。まあ、ウオー状態が終わるまでに戦闘できてよかったです。13ターン目エンド。14ターン目開始。ズラトランの主力は思ったより近くにいましたね。ちなみに、部隊の詳細は不明ですが、フルスタックの軍団です。シュートに来て守りを固められると厄介やな。ここは攻めあるのみ。ラストディフェンダー戦線は一軍を待ち伏せ状態にして敵が攻めてくるのを待ちます。迎撃するんやで。さらに歩兵を2部隊招集。そしてズラトランに宣戦布告。一気にシュートを攻め滅ぼします。数の暴力見せてやる。あ、逃げた。これは逃げた奴らが我が領土を荒らす可能性もありますね。どうする？迎撃部隊を作るのが良さそうですが、資金が持つかどうか。結構カツカツやからな。シュートは特に何事もなく占領。やったぜ。逃げ出した部隊は4部隊。守備隊で撃退できそうでもあるしできなさそうでもある。微妙やな。と言ってもグローバルで増やす可能性もありますし撃退する必要はありそうですね。ということでロードを雇用して、ゴブリンを追加。なんでゴブリン？お金がなさすぎて。悲しすぎる。14ターン目エンド。ついに敵の軍勢がお出ましですね。中部隊かショップを。これから主力が出てくるかもですけどね。マンフレッド君はどこか行ったな。さよならクズ野郎。ズラトランは都市抜け出してちょっとしたところで止まったな。敗北しても逃げられるようにですかね。逃げ出した軍は上陸しやがった。本格的にどこか攻める気なんですかね。この少数の軍かなり厄介。放置するわけにもいかないのがね。15ターン目開始。迎撃部隊にサベージオークを追加。お金がなさすぎて1部隊しか雇えてない。ズラトラン戦線は待ち伏せ状態にしておきます。気づかずに襲ってきたら嬉しいな。願望。ラストディフェンダーは部隊を1軍に固めて、フルスタック軍は待ち伏せ状態にして、ロードのみの部隊はそのまま。つまり敵を釣るわけか。そういうことです。15ターン目エンド。もう1軍も出てきたやん。敵も本気でこちらの対応をする気ですね。うお、待ち伏せ成功。待ち伏せ状態でも損害大き勝利。これはちょっとまともに戦ってたらやばかったかもですね。これにさらにもう1軍あったからな。それでは開始していきましょう。作戦としては攻撃する形で歩兵を配置して挟み撃ちですね。つまり待ち伏せの王道ですね。わかります。敵はあんまり変わらなくていつものメンバーですが。フェラルバスティラドン。ティア2ユニットの恐竜ですね。ティア2なので恐竜としては弱めですが。防具高く撃たれ強い。ただ狂乱化しますけど防具高いのでそこまででのデメリットでもないかもですね。魔法が飛んできたな。硬いんで魔法が効きますね。あんまりダメージはいってないけどな。あとは数のゴリ押しで急兵集中攻撃で。っていうかこのサベージオーク大丈夫？大丈夫ではないので後で脱出させてやりましょうか。サベージオーク逃げ出すんやで。オークとしてどうなんです？無駄死にさせるよりかはマシだから。っていうか葵ちゃんが脱出させるとか言ってたやん。そうでしたっけ？ごまかす妹。なんというか、歩兵がやばくない？かなり HP 減ってますね。マジで普通に戦ってたら危なかったな。孤立した敵兵に騎兵突撃しましょうか。そういえば敵に投射歩兵いなかったな。投げやりすらいなかったですからね。いい突撃。敵の歩兵も配送してるので追撃させるのもいいかもですね。恐竜がめっちゃ暴れてる。そろそろ旧兵で集中砲火を浴びせましょうか。
サベージオークで敵の動きを止めて射撃開始。防御高いけど思ったより減ってるな。白兵戦防御が低いですからね。防御は高いけど当たるみたいな敵です。つまり硬いだけってことか。狂乱化しましたね。この状態だと逃げ出さないので、さらに射撃するチャンス。残った敵歩兵の包囲を開始。さよならサウルススピア。一応、2軍目も援軍に来てくれましたが、必要はなかったですね。魔法もいい感じで炸裂いい感じ。恐竜も敗走、我々の勝利ですね。僅差での勝利。やったぜ。待ち伏せ戦は自動の方が殲滅できるのでいいんですけど、手動戦闘でもほぼほぼ壊滅させられましたね。口ほどにもないな。何も言ってない定期。でお前らは来ないんかい。待ち伏せがカンパされたわけでもないので、ただ単にひよってるだけっぽいですね。そっちがその気なら次のターン滅ぼしてやる。16ターン開始。ズラトランの戦力が判明。メインはスキンクコホート。つまりジャコ。なんでバリア持ってるん？敵ロードの効果ですかね？知らないですけど。もう、一軍はこんな感じ。数だけは多いけどって感じやな。守備隊含めて問題なく突破はできそうですね。迎撃部隊は3部隊のみ雇用。これ倒せるん？まあ、無理なんで、うまく敵の隙をついていきたいですね。ラストディフェンダー戦線は兵を回復しつつまた待ち伏せで。さすがに2回目は引っかからんやろ。アホだから意外といけるかも。ズラトラン勢力の奥にはハイエルフの勢力っぽいですね。ハイエルフって弓が強いんやろ？ですね。まあ戦うと結構苦戦するかも。あいつらはオーダーオブロアマスターっていうらしいです。長い、ロアちゃんでええか？仲良さそうなあだ名つけてますけど。仲はクソ悪いですからね。マイナス100はいろいろ無理やろ。ということでズラトラン倒しても南はまだ安全にはなりそうにないですね。グリーンスキン的にはいいことなのか？シグマー教団は主力が壊滅したのかクソ弱ってますね。これはチャンス。と言ってもそのような余裕はないですけどね。せっかくのチャンスなのに。ラストディフェンダー戦線の生き残りはこんな感じ。結構強いやん。少数精鋭なんでしょうね。守備隊含めると結構苦戦するかも。待ち伏せで倒せないかやってみますか。敵の行動力ギリギリに設置するからダメならすぐ逃げるんやで。ズラトラン戦線は決定的な勝利。ボコボコやで。ラストディフェンダー戦線は一旦下げてユニットを回復させます。イメーユニットを追加。16ターン目エンド。ロアちゃんこっち来てる。慣れ慣れしいお姉ちゃん。こちらを警戒しているのか、これから攻める予定なのか。怖いな。戸締まりしとこう。ラストディフェンダーもなんかこっち来ましたね。2軍団で行けば倒せそうやな。ズラトランが和平交渉の打診。いややで。即答。少数部隊は下がっていきましたね。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいで。